は、ほっこりスイーツクラブののぶです。お菓子やパン作りが大好きな薬剤師です。好奇心が旺盛なオタク気質。長年の公務員生活で食中毒やアレルギー事故などを経験してきました。作ったことがない方、アレルギーで諦めている方ももっと食を楽しんでいただけたらと解説しました。今日は別立て法と友立て法の違いを説明し、デコレーション型や生クリームを知っていただき、2種類のデコレーションケーキを作ります。作例も最後に流します。お菓子作りを始めて一番やりたいことがデコレーションケーキではないでしょうか。スポンジ生地は基本中の基本ですが、うまくできていますか？なぜが分かって気をつけて焼くと市販のものよりずっと美味しいものができます。応用編ですので、これまで実験したことも含め解説していきます。卵の泡立て方でスポンジ生地の食感が違います。別立て法は卵白と卵黄を別に泡立てます。卵白を泡立てることで泡が硬くしっかりとした気泡ができます。コシがあり、絞り出しても形が崩れにくいので、ビスキュイなど絞り出して焼く生地に使われます。焼き上がったスポンジはふんわりとしていますが、生地のつながりが弱い脆さのある食感となります。チョコレートデコレーションケーキを作ります。これに対して友立て法は全卵を砂糖と一緒に湯煎にかけながら泡立てます。きめの細かいクリーム状の気泡でしっとりとした状態になります。ジェノワーズやロール生地に使われます。生地はきめ細かくしっとりとした程よい弾力のあるものとなります。いちごと生クリームのデコレーションケーキを作ります。デコレーション型は底の取れるものや取れないもの、紙製、テフロン加工製などいろいろなものがあります。丸型のサイズは直径12センチ、15センチ、18センチ、21センチとあります。12センチの生地量を1単位とすると、15センチは 1.5 単位、18センチは2単位、21センチは3単位となります。今回は18センチの底の取れる型に紙を引いて使います。違うサイズの場合は材料をすべてその割合で増減してくださいね。生クリームは牛乳の中に含まれる乳脂肪を遠心分離・濃縮して作った純粋なクリームです。食品表示表に基づいて表示されますが、品名がクリームとなっております。お店でよく見かけるのは品名が乳糖を主成分とする食品です。クリームに安定剤や乳化剤が入っているものになります。だいたい1つ400円以上します。乳脂肪の含有率で選びます。35% から 45% ぐらいのものが売っています。これに対し植物性クリームは植物性油脂と乳化剤でできたもの、1つ100円台で売っています。他にも乳脂肪と植物性油脂を組み合わせたコンパウンドクリームがあります。お味にダイレクトに影響するお菓子にはクリームかクリームに安定剤など入ったお高い方の生クリームを使ってください。生クリームの泡立ての立役者は乳脂肪です。泡立てると乳脂肪同士が衝突して集合し、とろみとなります。集合した乳脂肪がつながって網目になった中に空気を取り込むように骨格を作ります。こうして粘性が出て泡は安定して完成です。漢字で液体の油は三髄片の油です。乳脂肪の油は肉付きの油です。つまり低温で固まるものなんです。逆に温度が高いと溶けてだれてきます。冷やしながら泡立てないと衝突してつながっていかないんです。大抵氷水につけてとレシピにありますが、冷やせばいいだけなので飛び散らないよう私は保冷剤を使っています。では作っていきましょう。まずは卵をほぐしてから砂糖を入れます。軽くかき混ぜて卵のコシを切っていきます。今このとろっとした感じになっているの分かりますかね。それが温めていくと
さらっと流れるようになります。もうちょっとしたらさらっとなってきますけども、だんだんこう色が濃くて流れるようになってるのが分かりますかね。また砂糖を溶かして均一に熱を伝えるようにしています。卵白は油があると泡立ちにくいと言いましたね。卵黄には油分があるのになぜ泡立つのと気づきませんでしたか？化学編でもお話したように、卵黄には油と水をつなぐレシチンが含まれているから大丈夫なんです。湯煎にかけるのも表面張力を弱めるためです。先ほどよりも色がこう透明な感じでこう流れるようになってるの分かりますかね。ここまでなって砂糖も溶けて流れるようになったら泡立て器でかけて泡立てていきます。少し温まったら、あとは湯煎から外してどんどん泡立てていきます。バターはレンジか湯煎で溶かしておきます。熱いままだと泡を壊してしまうので、少し温かいくらいで生地に加えられるようにします。オーブンを180度に予熱します。持ち上げてみて、字が書けるぐらいにこんな風になったら出来上がりです。ではふるった粉を入れていきます。まだちょっと粉っぽさがある間にバターを入れます。バターはボソッと落ちないようにこれで受けながらこう散らしていきます。でまた混ぜます。どうしてもバターが下にたまりますので、下から一生懸命持ち上げてるの分かりますかね。だんだんツヤが出てきましたね。これぐらいツヤが出てきたらこれで完成です。そしたら型に流し入れていきます。もうそのまま周辺についたものも取ってやります。これはできるだけ端っこに入れてやってください。
大きな泡を抜くのでトンと落とします。はい、これで180度でオーブンに入れます。焼き上がりました。そしたらトンとします。それでもって反対にひっくり返したら放置します。生クリームの泡立ては冷やしながらでしたね。氷水でするのがちょっと汚れちゃうっていうかバチャバチャなっちゃうので、私は保冷剤を使ってとにかく冷やせばいいということでやってます。で、生クリームに砂糖を加えてしまいます。それでもって泡立てていきますね。生クリームの泡立ては本当は3段階の泡立て具合を作るのが理想です。絞り出し用クリームは口金の凹凸がそのまま維持され、ボソッとならない綺麗なフォルムになること。スポンジに塗るコーティング用は何度もいじってそこで泡立てているのと同じことをするので少し柔らかめ。サンド用クリームはカットするときずれないよう固め。1つ分しか作らないので少ないので2種類の硬さのを作ります。まずは柔らかめのものを作っていきます。こうしてすくってちょっと垂れてくるような感じですね。これで柔らかめの泡立てとなります。そしたらこれを半分取り分けます。そしてさらに泡立てていきます。これでちょうどいいタイミングなんですが、さらにやっていきます。ボソッとなる手前、これぐらいで硬い生クリームになります。これをサンド用にします。今回は2枚にスライスしました。そしたらですね、いきなり私は回転台の上にお皿を乗っけて、で下の方の生地を置きます。にこの硬く泡立てた生クリームを置きます。そして水で洗って半分に切ったいちごを並べていきます。私はぎっしり詰めるのが好きなのでまんべんなくやっていきます。少しこの辺をずっと入れてやります。
そしたらですね、次は柔らかい方の生地ですね。この生クリームを置いていきます。こんな感じでできました。そしたらですね、今挟んだクリームと柔らかいクリームがあります。これを混ぜていって適度な硬さの絞り用のものを作ります。実際に持ち上げてみて、この形が続くかどうかで判断します。ここで足りなければもう一度泡立てたり、あと硬すぎたら今度は普通の生クリーム、泡立てない前の生クリームを少し入れてやると柔らかくなります。こんなもんですね。そしたら口金と絞り袋の紹介です。布製のものとかいろんなものありますけれども、私の場合は使い捨てのこういうビニールのものの方が使いやすくてよく使っています。口金もいろんなものが大きさ、こういう大きいものからちっちゃいものまであります。一つの絞り袋にしてる時に口金だけ形変えたい時ありますよね。その時はこのカップリングっていうのを使います。リングを使います。ではちょっとやっていきますね。まずちっちゃい方のでこれを使おうと思います。こういう形ですね。こうやってそのままここから挟むっていうものになります。こうしてこの上にやって、そこからこれをはめます。これで完成です。まずは大きい方の口金の方に入れていきます。親指を差し込んどいて、で寝かした状態でコップか何かの上で広げます。折り返してやって、ここの中に生クリームが入りますので開けといてやります。それでもってこの生クリームを入れます。で手は温かいのでなるべく生クリームを触らないようにします。なのでまずは伸ばして、そのままカードで根元の方までやっていきます。それでここを絞るような感じですね。で理想を言えばこの子に見えますかね。親指の周りにこれをギュッと絞ったやつをこうやります。で例えばこれだとこうするとこんな感じになります。下手ですけれども。であともうちょっとしかないので、この上にちょっと柔らかすぎましたね。まだこれを入れてやって、その上からこれでやると多分いけます。あ、しまった。ちょっとまだ柔らかかったみたいですね。で口金をこう変えてやると
次々といろんなものができます。これは見えるかな。こうして親指に巻きつけて、ここの口金しか触らないようにしてください。それでいきますね。この辺はセンスだと思いますので、こんな感じで飾っていってやります。こんな感じで完成です。デコレーションあんまうまくないですけど、一回トライしてみてください。まずは卵白を泡立てていきます。半分を使ってしまいます。あとの半分は卵黄の方に使います。これぐらい硬くなれば OK です。卵白と卵黄を合わせてやります。そしたらきめの細かい泡にしたいので刺します。ぐる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 。これを10回ぐらいします。そしたら薄力粉とココアを混ぜておいたやつをくるって入れていきます。ある程度混ざったところで牛乳とバターをレンジで溶かすなり湯煎で溶かすなりしておいたやつですね。バターをこう受けながら散らしていきますね。同じ要領ですね。これで完成です。
そしたら流し入れていきます。そしたら一度トンと置きます。で空気大きな泡をのけてやります。そしたら170度に予熱したオーブンで30分から40分焼きます。焼き上がりました。そしたら落としてトンとして反対向けます。でこれで冷まします。ではチョコガナッシュを作っていきます。まずは生クリームをお鍋に入れて沸かしてください。そしたら生クリームと同じ量のクーベルシュールチョコレートを入れていきます。そしたらしばらく置いてください。すぐにかき混ぜる人いますけれども、そうすると温度が下がってしまいますので、ある程度溶けたなと思う頃にゆっくりかき混ぜていってください。これで溶かしていきます。こんな風にチョコレートがすべて溶けてツヤが出たような感じになれば溶かすのは完了です。あとは冷やしながら硬さを調整していきます。このように筋が残るぐらいの硬さになってきたら柔らかめのガナッシュクリームの出来上がりです。今回は3枚にスライスしましたので挟んでいきます。先ほどよりも硬くなっているのが分かりますかね。これぐらいになったら塗れますね。今回は生クリームについてきた絞り袋をそのまま使ってます。体温で溶けてしまいますので、そのままこれをこうしたらなるべく触らないようにします。
そうしてここをねじっていきます。でこれを親指のこの間に入れて、あとは残りをこう入れます。それでもって押していくと絞れます。この手が触ってたところはどうしても柔らかくなってしまいますので、もうこれぐらいでやめておいた方がいいです。今回は 150g の生クリームでしましたので、ちょっとクリームの量が少なくてあまりデコレーションしませんでしたが、皆さん 200g であればかなりいろいろできると思いますので楽しんでください。これまで毎年子供の誕生日にケーキを作って同じ価格でケーキとプレゼントの子供っていう状態で撮っていきました。それで20歳になった時にその写真をアルバムにして渡しました。結構子供も私も記念になるので、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。下手ですけれども、アイデアの一つとして見てもらえたらいいかなと思いまして、これから流したいと思います。